皆さんこんばんは、サイラです。今回は新女神転生5で行動回数が増える仕組みを解説します。ホームページに載っている情報以外にも細かい仕様があるので、それを紹介しようと思います。このチャンネルは攻略に役に立つ情報を紹介しています。真面目な攻略からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。やっと発売されましたね。今後メガテンの攻略動画いっぱい出していきますのでよろしくお願いします。今回もそうなんですが、中にはシリーズ通してっていう意味だと当たり前的なこともあると思います。シリーズ経験者からすると今更みたいな情報あると思うんですが、今回から始める方もいらっしゃいますのでご容赦ください。紹介した内容に間違いがあったらご指摘ください。メガテン5ではプレスターンバトルっていう名前で、バトル中に相手の弱点を突くことで行動回数を増やせるっていうような説明があります。こんな感じですね。実は弱点を突く以外にも他にもいろいろと条件があります。プレスターンバトルっていうのは過去シリーズでもあったので、経験者なら当たり前の知識かもしれませんが、知らない人向けに今回プレスターンバトルについて解説をしていきます。あとは今回変わったところもあるかもしれないので、そういう意味でも経験者の方にも見ていただけたらと思います。まずは行動回数が増える条件の紹介します。弱点属性の攻撃を当てる。これはホームページに書いてある内容ですね。今は右上に4アクション、4っていう数字があると思うんですね。これが行動回数になっています。この状態で敵の弱点属性、これですね。これを攻撃してみます。今攻撃したんですが、右上の4アクションっていう数字変わってないと思うんですね。こうやって1回行動したのに4回残ってるっていうことで、1回プラス4回で5回行動できるっていうふうに考えると、実質行動回数が増えるっていう感じになります。説明としては行動回数が減らないっていうのが正しいかもしれませんね。普通はこんな感じで4っていう数字が3に変わったと思うんですが、行動回数が減ります。ということで弱点攻撃をすると行動回数が1回増える、行動回数が減らないっていう感じになります。これ以外に行動回数が増えるものがもう一つあります。クリティカルを出すことです。これはホームページに記載ありません。過去シリーズではあったものになりますが、ホームページ上は記載ありませんでした。クリティカルも弱点とみなすっていうことなんですかね。序盤から使えるマガツヒという、今3アクションの下に赤い点滅してるバーがあると思うんですが、これが必殺技みたいな感じですね。これがマックスになってる時、スキルの中の一番下に必殺技が打てるような選択肢が出てきます。これは使うとそのターン中、味方全体が魔法を含めて全ての攻撃がクリティカルになるっていうものになります。これを使うと全てクリティカルになるっていう意味で非常に分かりやすいと思いますね。これを開幕1ターン目の1キャラ目で使うと全キャラアクションが減らないっていう感じになります。もちろん戦闘中に運よく出るクリティカルでも同様です。クリティカルが出れば行動回数が減らないっていう感じになります。こんな便利な仕組みですが、無制限に行動回数が減らないっていうわけではありません。パーティーメンバーに応じて最大4回っていう形でそれ以上増えることはありません。何度も弱点やクリティカル出しても永遠と増えるわけではないってことですね。最大4回までしか行動回数が減らないっていう感じになります。キャラが3人の場合は3回まで、2人だったら2回まで、そんな感じですね。簡単に言えば4人パーティーで最大8回まで行動できるけれども9回10回ってことはできないっていう感じですね。画面の右上の3アクションの左側に星マークみたいなのがあると思うんですが、これが点灯すると1回行動回数を減らなかったっていうマークになります。これが全部埋まるともうそれ以上行動回数減らないっていうのは効果を受けられないってことですね。なので4人パーティーの時、今1個使ってしまったので3つしかないんですが、もともと4つあったと思うんですが、その4つ全てが点灯してさらに4アクション4回行動できるって意味で、
最大8回まで行動できるっていう感じになります。逆に行動回数が減る行動があります。敵への攻撃で攻撃を避けられた場合、これは行動回数が減ります。もともと4で攻撃したとしたら普通に考えたら1減って3になるんですが、もう1個減って2になります。避けられると行動回数が2個減るってことですね。避けられるイコールクリティカルも弱点攻撃も出てないので、そういう意味で必ず2減ります。今は確認できないんですが、おそらくダメージ無効とかダメージ吸収とかこういった攻撃でも減ると思います。減る量はちょっと確認できていませんが、同じく2減るのか全部減るのか、そういったことが起きると思います。もう一つ、敵の耐性がついているタイプの攻撃をした場合ですが、こんな感じで行動回数が減るだけで追加でさらに消費するみたいなことはありませんでした。吸収とか無効になるとさらに減るんじゃないかなって予想はしていますが、耐性付きに関しては特に変化はありませんでした。それ以外にも右上のマークがつく行動があります。行動をスキップした場合、敵を倒したくないとか吸収されてしまう攻撃しかないとか、いろんな理由でスキップすることあると思うんですが、この行動をスキップすると行動回数は減りませんがマークがつきます。それによりマークが4つついてしまったりすると行動回数が減らないっていう効果はなくなってしまいます。全キャラクター4回スキップするともうマーク4つついてしまうので、次どんな行動をしても行動回数は減っていくことになります。もう一つあります。パーティーのチェンジです。戦闘中に編成されている仲間がいると思うんですが、これをチェンジすることができます。チェンジした場合は行動回数は減らないんですがマークがつきます。スキップと同じくですがマークがついてしまうので、使う際は十分注意した方がいいです。仮に4回チェンジをしてしまうと4つマークついてしまうので、そこから先は何をやっても行動回数は減ってしまうっていう感じになります。続いて今度は敵の場合ですね。これは味方の時と基本的に一緒です。弱点クリティカルで行動回数は減らずに連続攻撃ができる。回避をすると行動回数は減る。例えば敵が2体出てきました。そのうち最初の敵の攻撃を回避で避けることができました。そうすると行動回数が2減って敵のターンは終了になります。そんな感じで結構回避が重要になってくるかなっていう感じはします。弱点をつく攻撃とマガツヒ以外は狙って出すっていうのはなかなか難しいとは思うんですが、敵で出現してきた悪魔の攻撃タイプを想定して弱点を突かれないようにするっていうのが一つの戦法になってくるかなと思います。弱点突かれると行動回数1回増えるので2回ダメージ受けてしまうってことでかなり損をしてしまうので、敵に弱点を突かれないようにっていうところを意識するといいと思います。序盤のうちはそんなに気にする必要なくガンガンいけると思いますし、難易度によってもそこまでじゃないかなとは思うんですが、高難易度やる方とかそういう場合は気をつけた方がいいと思います。今日から始まったメガテンだと思うんですが、戦闘する際に今回の動画を参考にスムーズに戦闘をしてもらえたらと思います。今回の動画はどうだったでしょうか？感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。